こんにちは、かなみです。今回は転職体験談ボリューム8ということで、医療業界に転職した時のお話をしていこうと思います。前回はウェル業界で挫折をしたっていう話で、安定した仕事は何だろうって思い立ち、医療業界に進むっていう話です。でもこの医療業界でもう挫折というか、もう二度と戻りたくないレベルで私は嫌になってしまったので、どうしてそういう風になってしまったのかっていうところ、医療業界はどんな感じだったのかで、そしてその後どういう風に進んでいったのかっていうところお話ししていこうと思います。でちなみになんですが、この転職体験談のお話をするのが約 2,3 年ぶりとなっています。なのですごい久しぶりなんですけど、とりあえず続編ということでやっていきます。それでは行っていきましょう。それでは歯科助手の仕事をした時のお話をしていこうと思います。で歯科助手は、環境としてはまず、私は正社員で働いていました。継続期間は3ヶ月で、非常勤医師が2人と、院長が1人で全員男性医師、女性は衛生士が2人と受付が1人で、助手が私を含めて2人という、ちょっと小さめな歯医者さんの環境でした。主にやる内容としては院長についてサポートをするっていう形でした。で仕事内容自体は覚えることがめちゃくちゃあるので、それを覚えるまでは本当に大変でした。すごい目まぐるしかったです。で未経験ってこともあったのと、院長があまり良くない人、柔らかく言ってねだったんで、もうその人につくこと自体がまずそもそもストレスでした。何より嫌だったのが、患者さんにもちょっと悪い態度を取ったりとか、あとは私たちに言うっていうのも患者さんの目の前で言うので、治療中の雰囲気が極悪なんですよ。もうそれがちょっと嫌でしたね。何が一番嫌でやめたかっていうと、本当に一言で言って環境です。もちろん医師もって感じだったんですけど、栄養士のお話をした時にも言ってるんですけど、女の社会って本当難しいです。多分特に医療関係難しいんじゃないかなって思いました。受付とその助手衛生士側で、バトルしてたんですね。この時の対応これじゃないよねとか、こっちのが効率良くないとか、いろいろあったんですけど、それでもう口も聞かないレベルでいつもバトってたんで、その感じも結構嫌だなと思ってました。で私はその未経験の歯科助手だったんで、基本もう一人の助手の方と仕事をしていたんですけど、その方が私はすごい苦手で、全然悪い人ではないけど、その人も結構気分のムラがあるから、ちょっと虫っぽいような対応をされてしまうこともあったり、あとはその人がちょっと長く勤めてるゆえのおつぼね感というか、そういう権力、絶対的な権力みたいなのがあったので、その人の言うことに対してはノーと言えない環境とかっていうのがちょっと大変でしたね。特に私が何が大変かっていうと、ちっちゃい医院なんで、そこで人間関係を築けなかったら終わりなんですよ。だから私は若干孤立したような感じだったんですね。でそれでもうここにはいたくないって純粋に単純に思って、辞めることを決意して、辞めるって言いました。院長に辞めるって言ったら、なんて言われるんだろう、怖いなって思いながら言いに行ったんですよ。そしたらいつもは私に対してお前はできてないとかダメだとかすごい言われてたのに、辞める時にはどうしてみたいな、なんで辞めちゃうのってすっごい言われたんですね。言った内容としては、歯科衛生士の資格を取りたいから学校に行くって理由で言ったんですが、その裏側では何か他の医療関係の資格を取りたくて辞めるって意味を持って言ったんですね。でなんでかっていうとね、やっぱ歯科助手はその、治療とかもちろんできないから、純粋に本当歯科助手としては楽しかったんで、歯科衛生士さんいいなと思ってたんですけど、そこからね歯科衛生士の資格取るっていうのは大変なんで、とにかく他の何か医療系の資格を取りたいって思ったんですね。
でそれでそういう風に言ったら、じゃあその学校とか行くんだったら土日だけとかどうとか、結構ねそこまで言ってもらえて本当びっくりしたんですよ。あんなに評価してないようなタイプだったのに実は評価してたんだみたいな、嬉しいとなぜみたいなのがごっちゃでしたね。でも辞めるってことは決めてたんで、もう辞めるで通して、でそれでもちろん他の方にも言わなきゃなんですけど、歯科助手の方はって言って、そしたらその後はもう雑用対応しかされなくなりましたね。もう私にもその歯科助手としてサポートできる仕事はその3ヶ月って短期間でも一人で医師のサポートできる仕事内容はあるんですけど、あったけど、でも使ってない部屋の掃除とか大掃除とか整理とか、そういうことを任されて、でも個人的にはそれがめちゃくちゃ嬉しくて、なんでかっていうとそこにいる環境が本当に嫌だったので、そのギスギスした環境にいるぐらいだったら掃除してる方が嬉しいって感じで、割とハッピーに最後は働いてました。その歯科の受付の方はすごくよくしてくれてたんで、最後辞める時は頑張ってねってことでプレゼントというかもらったりして、本当にもう嬉しかったし、なんであんなに派閥を着てたんだろうって感じで終わりました。でさっき言った通り、そこから資格を取るってことは決めて、職業訓練校の医療事務の資格が取れる学校に行きました。でその時のね、じゃあどういうふうに医療事務の職員になったかとか、その時何していたのかってことを次お話ししていこうと思います。では続きまして、医療事務編っていうところでお話ししていこうと思います。まず職業訓練校に行って3ヶ月ぐらいだったかな、通って医療事務の資格、調剤薬局事務の資格を、取得しました。その期間中、週20時間だったらバイトしていいっていうことで、その期間は受付になりたいし、歯科や助手の一応経験もあるしっていうことで、歯科医院の受付として採用されました。でこのねところはもともと短期の契約だったんですけど、3ヶ月ぐらい働いて一人とも話してないレベルで本当に馴染めなかったです。ちょっと女の人がやっぱ怖くてって思っちゃったんですけど、なんかアルバイトっていうだけで距離をすごい置かれたんですね。なぜかもうみんながもうお互い仲良しみたいなのができてるから、私自身も自分から行くのが難しかったから、自分にも原因はあるんですけど、でもやっぱり女の社会の雰囲気はすごいひしひしと感じたので、居心地自体はちょっと良くはなかったです。それはさておき、医療事務の資格を取ってそれで就職できたんですね。医療事務の正社員として採用されて、5ヶ月働きました。一応救急病院で大きい病院だったんで、受付自体も割と大きかったです。私がこの転職体験談の中で1位2位を争うぐらい嫌な職場です。もう絶対に戻りたくない。私は栄養士と医療事務っていう資格を取ったけど、この仕事二度と戻りたくないって思ったぐらい嫌な思いをしました。この2つが悪いんじゃなくて、私が行った職場に私が合わなくて、だからその経験からもうなりたくないっていう風に至ってるわけですね。だからそこだけは勘違いしないでほしいんですけど、それでも私はもうこの職場で働いて、いかに医療業界というか女の世界が合わないんだなってことをすっごい実感しました。ちなみにその医療事務のお仕事、課長1人男でもほとんどその医事課にはいない状態です。他は医療事務員は全員女で15人いました。でこの時の職場はびっくりするぐらい私の中で半分に分かれてました。半分私のことを応援してくれる人、半分私のことを死ぬほど嫌いなやつらですで私は今まで転職した経験たくさんあるから、どういう風に仕事を始めていくかってところだけは強いんですよなのでその教えてもらったこととかは全部ノートに書いて清書したり
私のことを応援してくれるグループは単純に私が頑張ってることを知ってるし、正直覚えることも割と早かったんで、その速さとかをすごい評価してくれたりっていうところが大きかったです。で、私のことをめちゃくちゃ嫌いな人たち組はなんか気に食わないってあるじゃないですか。多分私はそのなんか気に食わない人だったんですよ。なんでかっていうとね、私別になんかめちゃくちゃやばいミスをしたわけでもないし、めちゃくちゃ失礼な態度取ったこともないし、それはねもちろんこの好き組がいるから証明できると思うんですけど、でも多分なんか嫌いだったんでしょうね、私を。でそれでなんか謎の標的にされて、それがいじめ化しました。そういうターゲットが必要なおつぼねさんだったか知らないんですけど、めちゃくちゃそこおつぼねが多くて、それ長くとにかく勤めてる人が多かったからおつぼねさんがすごかったんですね。もう目の前で悪口バチクソ言われるんですよ。なんかお前クソ遅いとか、もうほんとやってらんないとか大声ですよ言う人いましたし、で他の人は私がいつもお疲れ様ですとかおはようございますとか挨拶する時に 100% 無視なんですよ。もう本当に鬱ですよ、単純に。職場関係って本当大事だからチームワークが大事なんだから、職場ってだからどうしてもそういうのしんどいんですよ。で何かちゃんと明白な理由があってその態度をされるならなるほどって思えるのに、もうなるほどって思えなかったから本当理不尽だなって思って本当に嫌でした。もうとにかく憂鬱です。毎日悪口言われて、なんでじゃあ私が5ヶ月頑張れたかっていうと、6ヶ月も短いけどね、それはやっぱり私のことを評価している組がいてくれたおかげなんですよ。その人たちに励まされてなんとかやっていけたんですね。いやいやかなみちゃんは頑張ってるよ、かなみちゃんすごいよとかも言ってもらえて、それでもこの素晴らしい人たちがいくら励ましてくれてもそのいじめが終わるわけじゃないし変わらないし、だってそのおつぼねさん同士の中でも一応関係はあるから言えないんですよ。そういうこと言わない方がいいよとかね、わかんないけど、そうだからそのいじめられてる状態が続いてて、やめるってもちろん言うわけじゃないですか。もうやりたくないから。課長に言う前にまずそのいじかにいたもう一人のリーダーみたいな人に言ったんですよ。そしたらああそうだよねごめんねみたいな、わかるよ今の状況は本当に良くないって、本当になんかいじめられてるよねみたいな感じで、いやその通りです。でもやっぱどうにもできる状態ではなかったんですね。だから頑張るかやめるかの二択だったんですけど、もう私はもうこんなに行くのが毎日嫌で頑張るのが本当に嫌だったんですよ。なんでこんなに嫌な環境で頑張らなきゃいけないんだろうって。もちろんそうやって頑張ってる人もいっぱいいますけど、私はもう栄養士の時に鬱になってくると本当に人生がまるっと嫌になる時があるんですよ。でここで人生を終わらせたいって思ってしまう時が来てしまうんですよ。だからやめるって決めたんですね。本当に限界って急に来て急にパチンって紐が切れる時があるんですよ。その私のことを評価してくれてた人たちは本当に最後までもういい対応してくださって、プレゼントとかもくれて、もうそれで今でも思い出すと結構うるってきちゃうぐらい泣きましたね。そういう状況だったんですよ。とにかくでねもう医療業界絶対辞めるってもう決めたんです。もう資格も頑張って取ったけど絶対にやらないってそれはさっきも言った通り医療業界が悪いわけじゃなくて、私が女の世界が本当に合わないって思ったんです。なんでかってちょっと前に話したね、ウェブ業界のお話とか、ウェブ業界自分が合ってないだって純粋に仕事内容はね思ったけど、でも楽しかったし、人間関係も全然ねどっちかっていうとパソコンに向かってる方が多かったし悪くなかったんですよ。むしろ良かったんです。でもどうしてか女の世界に行くと私は職場の雰囲気嫌だなって思うこと本当に多くて、だからもう
資格取っても使わなかったら本当に意味ないですよ。その経験は良かったです。資格を取ったことを勉強したことは本当に良かった経験です。でも使わなかったらもうただの名前です。本当にちょっと最後にまとめたいと思います。まとめなんですけど、女性の社会で孤立したら本当終わりです。終わりなので、いい職場を見つけるっていうことがいかに大事かって思いました。いい職場ないし、あなたに合ってる職場ですね。私はもしかしたら自分に合ってない職場だっただけかもしれないです。もし私があの時にじゃあ医療事務員として他の職場に転職してたら何か人生変わったかもしれないじゃないですか。だから本当に職場選び大事なので、もしその職場が嫌だって思っているのであれば、そこに執着せずに転職するっていうのは全然ありだと思います。働くのだるいとか嫌だは普通だと思うんですよ。どんなに好きな職場でもあると思うんですね。でももう嫌だって、ここの職場に行くことが憂鬱だってなったら、それ以上気づくの難しいんですよ。その職場に行くのが憂鬱だが、仕事内容ではなく人間関係の場合、本当に難しいと思います。かなり憂鬱になると思います。今回はそんな感じで終わりにしようと思います。で、次はまたウェブ系の仕事に戻り、私の YouTube でもちょくちょく紹介してるんですけど、海外に行くきっかけをそこで見つけました。カナダにワーホリ行ったりとか、アイルランドにワーホリ行くことにもなりましたし、いろんな流れがあるので、そこのね、こうしたいな、こういう風に進んでいきたいなとか、いろんな目標ができたきっかけなので、次回はそういったお話をしていこうと思います。はい、ということで、私の、このかなみの留学と転職チャンネルではこういった転職のお話、そしてアイルランドにワーホリと語学留学に2年4ヶ月行っていたので、その時の、お話っていうのをメインにやっていきます。ぜひチャンネル登録と、グッドボタンよろしくお願いします。コメントも本当に励みになるので、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。